ちんたら日本史第5回だ。5回目、もう聞かないよ。どうせ縄文でしょ。そうだが、ほらね、なんだ、もう弥生に行きたいとは言わないのか。言っても無駄だって分かったから、もう受け入れた。悟りを開いたか、埴輪くんも成長したな。成長っていうか諦めだけどね。で、今回は何？医医療だ。療？縄文時代の？そう、病院もない、薬局もない、救急車もない、そんな時代に怪我や病気にどう対処していたのか。前々回の出生率の話で半分が5歳前に死ぬって言ってたよね。医療がないから？それも大きな要因だ。だが、何もしなかったわけではない。彼らなりの知恵と技術で命と向き合っていた。気合と根性だけじゃなかったんだ。気合と根性も多少はあっただろうがね。まず、縄文人がどんな怪我をしていたのか、これは人骨からかなりのことがわかる。骨からわかるの？わかる。骨折、関節の変形、感染症の痕跡、骨は嘘をつかない。前にうんこも嘘つかないって言ってたよね。縄文時代、嘘つかないものが多いな。まあ、どちらも考古学の重要な証拠だ。で、一番多いのが骨折だ。やっぱり骨折か。狩りとかしてたら折れるよね。鹿やイノシシを追いかけて転んだり、木から落ちたり、石につまずいたり、現代のようにコンクリートで舗装された道などないからな。毎日がアスレチック状態だもんね。で、ここからが面白いんだが、骨折した跡が治っている人骨がかなり見つかっているんだ。治ってる？そうだ、折れた骨がくっついて再生した痕跡がある。つまり骨折しても死なずに回復した。自然治癒？完全に放置していたわけではないと思うよ。骨折した部位を木の板や樹皮で固定、つまり添え木のようなことをしていた可能性がある。添え木？それってギクスの原型じゃん。まさにそうだ。固定しないと骨は正しくくっつかないからな。曲がったまま固定されてしまったと思われる人骨もあるが、少なくとも固定して安静にするという基本は理解していたようだ。すごい。医学の教科書がなくても経験則でそこまでたどり着いてるんだ。人間の知恵というのは教科書がなくても実践から蓄積されていくものだよ。それからもう一つ興味深い事例がある。腕や足を切断した痕跡のある人骨が見つかっているんだ。切断？そう。しかも切断面がきれいで、その後しばらく生きていた形跡がある。つまり手術みたいなことを？外科的な処置が行われていた可能性がある。壊損した部分を切り落とすことで命を救おうとしたのかもしれない。麻酔もないのに。おそらく何らかの鎮痛効果のある植物を使っていたとは推測されるが、確実なことはわからない。想像するだけで痛い。でも切らなかったらもっと悪くなるんだから、究極の選択だよね。命を救うために痛みを受け入れる、その判断ができたこと自体が医療の原点だと言えるだろう。あと、歯の話もしておこう。は？また歯？通過儀礼の抜歯ではなく虫歯の話だ。縄文人も虫歯になってたの？なっていた。人骨の歯を調べると虫歯の痕跡がかなり見つかる。特に後期、どんぐりなどのでんぷん質をよく食べていた時代に増えている。甘いもの食べると虫歯になるって1万年前から同じなんだ。糖質と右食の関係は普遍的だからな。で、面白いことに虫歯になった歯を意図的に削ったり抜いたりした形跡もある。歯医者じゃん。石器を使って削っていたのだろう。麻酔なしでだ。無麻酔で歯を削る。想像しただけで泣きそう。
現代の歯医者でも怖いのに。まあ当時は歯医者が怖いなどと言っている余裕はなかっただろうな。放置すれば感染が広がって死ぬこともある。さて次は薬の話だ。薬って薬草とか？そうだ、縄文時代の遺跡から明らかに食用ではない植物が出土することがある。これらは薬として使われていた可能性が高い。どんな植物？例えばニワトコ。ニワトコ？ハリー・ポッターの杖の素材じゃん。それは創作の話だが、現実のニワトコには解熱鎮痛の効果がある。縄文時代の遺跡から大量のニワトコの種が見つかっていてだな。大量に？食用にしては量が多すぎるし、味も美味しくない。薬としてあるいは発酵させてニワトコ酒を作っていた可能性がある。薬酒、おしゃれじゃん。薬膳バーみたいな。薬膳バーかどうかはともかく、植物の薬効を理解して利用していたことは確かだろう。他にも漆の利用が知られている。漆？あのかぶれるやつ？そう、漆は接着剤や防水剤として使われていたが、実は殺菌効果もあるんだ。殺菌？漆を塗った容器は腐敗しにくい、食べ物を長持ちさせる知恵として使われていたし、傷口に塗っていた可能性すらある。傷口に漆を塗る？かぶれないの？生成の仕方によってはかぶれを抑えられる。まあ当時どこまで生成していたかはわからないが、植物の性質を深く理解していたことは間違いない。薬草の知識ってどうやって蓄積されたんだろう？前回話した交渉だな。この草を煎じると熱が下がる。好みを潰して傷に塗ると化膿しない。そういう知識を代々伝えていったんだ。間違えたら死ぬから正確に伝えないといけないよね。そうだ、逆に言えば正しい知識が伝わったからこそ1万年以上やってこられた。縄文の薬剤師さんたちすごいね。薬剤師の資格はないがな。ちなみに世界的に見るとネアンデルタール人も薬草を使っていた痕跡がある。歯石の中からカモミールやノコギリソウの成分が見つかっている。ネアンデルタール人もハーブティー飲んでたの？ハーブティーかどうかは分からんが、薬効のある植物を摂取していたのは確かだ。薬草の知識はホモ・サピエンス以前から存在していたかもしれない。人類の歴史って薬草との付き合いの歴史でもあるんだね。いいことを言うな。まさにそうだ。さて、ここまで薬草や外科処置の話をしてきたが、当然ながら治せないものもあった。現代でも治せない病気はあるもんね。感染症、がん、内臓の疾患、こうしたものに対して縄文人はどうしていたか。祈る？そうだ、祈りだ。ここで土偶が再び登場する。土偶、毎回出てくるね。万能だな。以前話したわざと壊された土偶を覚えているだろう。あれは身代わり信仰、つまり体の悪い部分を土偶に移して壊すことで病を払うという考え方だった。第1回で聞いた。あれは考え方を変えると一種の医療行為なんだ。医療？病気を外部の対象に移すという発想、現代医学では意味をなさないが、精神的な効果、プラセボ効果のようなものはあったかもしれない。信じることで気持ちが楽になるってこと？そうだ。そして気持ちが楽になることで免疫が上がるというのは現代医学でも認められている考え方だ。メンタルが体に影響するって今もお医者さんが言ってるよね。縄文人が科学的に理解していたわけではないが、経験的に祈ると元気が出る、儀式の後は調子がいいと感じていたのかもしれない。なんかスピリチュアルっていうより理にかなってるんだね。そうだな。現代人が笑い飛ばすようなことでも
当時の人々にとっては真剣な治療だったんだ。それからシャーマン的な存在がいた可能性もある。シャーマン。集落の中で祈りや儀式を司る人物、病気の治療もこの人が担っていた可能性がある。縄文のお医者さん兼お坊さんみたいな。近い。医療と宗教が分離していない時代だからな。治療行為と祈りの儀式は一体だったんだろう。今だと医者と神主さんは別の人だけど、昔は一緒だったんだ。世界中の先住民族に似た例がある。医療と信仰が結びついているのは人類の普遍的な姿だと言ってもいい。縄文の総合病院受付で「今日は骨折ですか？それともお祓いですか？」って聞かれるのかな。まあ区別がなかったのだからどちらも同時にやっていたのだろう。というわけで第5回は縄文人の医療事情を見てきた。病院もないのに添え木して薬草使って手術までしてたんだね。まとめると骨折は添え木で固定し、壊疽した四肢は切断し、虫歯は石器で削り、薬草で熱を下げ、治せないものには土偶で祈った。フルコースだ。原始的に見えてやれることは全部やってる。やれることを全部やる。それこそが医療の本質だと思うよ。現代だって最先端の技術を使っても治せない病気に対して人は祈る。変わらない部分だ。深いね。1万年経っても人間は変わらない。変わらないところと変わったところ両方あるのが面白いんだ。さて次回こそ言わないで。もう期待しない。弥生に行く。へえ。本当にまた嘘じゃないよね。5回も縄文をやったんだ。さすがにそろそろと思っている。思っているって確定じゃないの？まあ次もちんたらやるので気楽に聞いてくれたまえ。はぐらかした。もういい。おやすみなさい。おやすみ。